今日はもっと自己紹介を良くするためのフレーズを紹介します。面接でも自己紹介でもよく使うとても便利なフレーズをご紹介するので、ぜひ全部見てください。これまでの動画で自己紹介について勉強してきました。見ていただけましたか？今までの自己紹介を練習すれば、みんながよく間違える文法っていうのは直せるんじゃないかなと思います。今日勉強するフレーズは少し難しいです。N4、N3 のフレーズを使ってもっと自分をアピールする。もっと難しい面接とか、相手にもっと自分のことを伝えたい、もっと自分の気持ちとか将来について伝えたいっていう時に使えるフレーズをご紹介します。テーマは自己 PR なので、頑張ってることとか将来のことについてお話をします。まず今日のフレーズを紹介します。今日のフレーズ、私は真面目な性格です。私は真面目な性格です。決めたことは最後までやるようにしています。決めたことは最後までやるようにしています。私は料理が得意です。私は料理が得意です。将来は通訳になりたいです。将来は通訳になりたいです。日本に行ったら JLPT N2 に合格したいです。日本に行ったら JLPT N2 に合格したいです。そのため毎日 JLPT の勉強を頑張っています。そのため毎日 JLPT の勉強を頑張っています。今日はこれらのフレーズを勉強します。おそらくちょっと難しいなと思ったんじゃないかなと思います。ただこれらのフレーズを使うことができれば大きなアピールになるので、今までのと一緒に頑張って覚えましょう。まず自分の性格について話す時のフレーズを勉強しましょう。私は真面目な性格です。性格について話す時のフレーズは、私は何々な性格です。真面目な、明るいなどの形容詞を使うことができます。またもっと具体的に話す時は動詞を使うこともできます。誰とでも仲良くなれる性格です。どんな時も諦めない性格です。このように動詞を使うこともできます。面接の時はどんな性格かを知る。これがすごく大切なので、ぜひ覚えて性格とその理由も説明しましょう。理由を説明します。私は真面目な性格です。決めたことは最後までやるようにしています。根拠ですよね。何々するようにしていますというのは、目的のために意識してやっていることを表す文法です。目的のために意識してやっていること。決めたこと、私はこれをやりますと思ったことは絶対に諦めない。最後までやります。だから私は真面目な性格なんです。こういう文ですよね。もう一つ、私は明るい性格です。誰かといるときはたくさん話すようにしています。私は明るい性格です。誰かといるときはたくさん話すようにしています。このように自分の性格とその理由を説明すると、面接の相手にたくさん自分のことを知ってもらうことができます。これでまた一つアピールすることができるでしょうね。次に、できることをアピールしましょう。私は料理が得意です。得意というのは上手と似たような意味です。技能実習生の面接では長所と言われることも多いですね。意味は大体同じです。長所だと全部をまとめてっていう意味にはなりますが、得意というのは何かをすることに限った話になります。これは好きですと同じように名詞プラスが得意ですの形をとります。さっきと同じで得意な理由とか特に何が得意かなどが話せるともっといいですね。私は料理が得意です。子供の頃から毎日うちで料理をしていました。特にチャーハンが得意です。料理が得意な理由。子供の頃から毎日うちで練習をしていた。子供の頃から毎日うちで料理をしていたから。料理とはいえ全部ではない。何が一番か。特にチャーハンが得意です。このような形ですね。もう一度言いましょう。私は料理が得意です。子供の頃から毎日うちで料理をしていました。特にチャーハンが得意です。この毎日とか特にっていうのはアクセントをつけてより強く話せるといいですね。このように言うと、
皆さんのことについてより細かく面接の人に伝わります。最後、目標や夢について話しましょう。これも非常に面接の時に大切なフレーズです。将来、通訳になりたいです。何か職業について話す場合は、なりたいですを使います。エンジニアになりたい、社長になりたい、看護師になりたい、など、職業が夢の場合はこの文法を使ってください。また、目標がある場合、日本で JLPT N2 に合格したいと思っています。のように言うことができます。と思っていますというのは、これまで長い時間考えていたという意味の文法です。したいと思っていますということで目標について話すことができます。未来にしたいこと、さらに長い間ずっと考えていたもの、つまり目標ですよね。について話すことができる文法です。さらに、そのために頑張っていることがあれば、これも話しましょう。そのため、毎日 JLPT の勉強を頑張っています。そのため、毎日 JLPT の勉強を頑張っています。頑張っていますは、目標のために続けていることを表す文法です。まとめていってみましょう。将来、通訳になりたいです。日本で JLPT N2 に合格したいと思っています。そのために、毎日 JLPT の勉強を頑張っています。このように言うことで、夢がある。日本に行ってからしたい目標がある。そのために今頑張っていることがある。真面目な性格であることも説明できます。日本語を頑張っていることも説明できます。私が日本に行ってからこんだけ頑張りますよ。これだけの未来がありますよ。絶対に諦めませんというのが全部伝わる文法ですね。これを言うことができたら、もう面接の時には必ず褒められると思います。私がもし面接の時にこの文法、この表現を使っている人がいたら、合格するなって思うと思います。文法も綺麗だし、面接の時に聞きたいことですよね。面接の時は相手のことが分かりません。また30分の面接で全てを知ることもできないし、未来を見ることもできません。本当に3年間頑張って働くことができるかな。本当に日本語が上手になるかな。すごい不安を持ったまま面接をしています。その不安を少しずつなくしていって、この人なら大丈夫だと思ってもらうには、いろいろアピールするしかないんですね。そのアピールをするための表現でした。今日のフレーズ、少し難しいものですが、面接で話せたらとても大きなアピールになります。文法に気をつけながら勉強して覚えていきましょう。それでは最後に練習をしましょう。ちょっと長いので聞きながらぜひ話してください。私は真面目な性格です。決めたことは最後までやるようにしています。私は真面目な性格です。決めたことは最後までやるようにしています。私は明るい性格です。誰かといるときはたくさん話すようにしています。私は明るい性格です。誰かといるときはたくさん話すようにしています。私は料理が得意です。子供の頃から毎日うちで料理をしていました。特にチャーハンが得意です。私は料理が得意です。子供の頃から毎日うちで料理をしていました。特にチャーハンが得意です。私は料理が得意です。子供の頃から毎日うちで料理をしていました。特にチャーハンが得意です。将来、通訳になりたいです。日本で JLPT N2 に合格したいと思っています。そのために毎日 JLPT の勉強を頑張っています。将来、通訳になりたいです。日本で JLPT N2 に合格したいと思っています。そのため、毎日 JLPT の勉強を頑張っています。少し長いし少し難しいですが、日本語で自己紹介をするとき、また日常生活でね、趣味とか目標の話になったら、こういったことを絶対に話さなければなりません。これね、毎日勉強して、毎日練習して覚えてください。今回で自己紹介の動画は終わりになります。全部で8回かな、見ていただいてありがとうございました。楽しんでいただけたなら幸いです。実習生も特定技能も擬人国のね、面接も本当にたくさん増えると思っています。みんなが正しい文法で勉強して
楽しく日本語が勉強できる、面接で緊張する人とかね、自信が持てるようにこの動画を作りました。ぜひいろんな人にシェアしてもらえると嬉しいです。私も今毎週面接を見ていて、もっと正しく、もっといい文法があるよって思ったりするんですね。そんな日本語の教育をどんどん良くしたいと考えているので、これからもたくさんの動画を作っていきますので、皆さんぜひいろんな動画を見て勉強していってください。日本語、インドネシア語、英語の字幕でこの動画を見ることができます。まだ聞き取れないところがあったり、ディクテーション、シャドーイングの練習がしたい人は字幕をつけてもう一度見てください。また、スクリプトが Patreon でダウンロードできます。URL が概要欄にあるので、そちらから参加してぜひダウンロードしてください。それでは、この動画が役に立ったと思っていただけたら、コメント、いいね、チャンネル登録をお願いします。また友達へのシェアもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。